皆さん、こんにちは。藤井です。このチャンネルは日本語の勉強をしている方へ向けたチャンネルです。リアルな日本の文化や私の身の回りで起きたこと、日々感じたことなどをゆるくお話ししていきます。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？私はちょっと喉の調子が悪くて、風邪のひき始めだなという感じがします。聞き取りづらかったらすみません。風邪とかインフルエンザとか流行ってますからね。皆さんも気をつけてください。さて、今日のテーマは、日本人はなぜいつも謝っているのかです。これは外国の方からよく聞かれる質問です。なんで日本人はそんなに簡単にすみませんって言うの？悪くないのに謝るのはなんで？と疑問に思う方もいると思います。今日はその理由についてお話ししていきたいと思います。まず最初に日本語のすみませんにはいろいろな意味があるということを知っておく必要があります。日本語ですみませんを使うときは謝罪の時だけではありません。実はすみませんは広い役割を持っています。それではすみませんの3つの意味についてお話しします。まず1つ目は皆さんご存知の謝る時のすみませんです。待ち合わせの時間に遅れてしまった時とか、歩いていて誰かにぶつかってしまった時とか、そういう時に使うすみませんです。二つ目は、人に声をかける時のすみません。知らない人に道を聞きたい時とか、レストランで店員さんを呼びたい時とかですね。例えば、職場で先輩に質問したい時は、田中さんすいません。ちょっといいですか？みたいな感じで言います。そして3つ目は、ありがとうという意味のすみませんです。エレベーターで誰かがドアを開けてくれていた時とか、お土産をもらった時とか、ありがとうの代わりにすみませんということがあります。すみません、ありがとうございますってセットで使うことも多いです。私はこれを結構やりますね。すみません、ありがとうございますって1日1回は言ってるんじゃないかなと思います。では、なぜ日本語ではこんなにすみませんがよく使われるのでしょうか？理由の一つは、相手に迷惑をかけないことを大事にする文化です。日本では人に迷惑をかけないようにと子供の頃から教えられます。だから相手に何かしてもらったり、少しでも負担をかけたと感じたら自然とすみませんが出てくるんですね。例えば道で知らない人に声をかけるとき、ほとんどの日本人はすみませんと言います。これは謝っているというより、突然声をかけてごめんねという小さな気遣いのサインなんですね。そう、日本人には感謝と謝罪が近いという感覚があるということです。例えば友達が落としたものを拾ってくれたとき、ありがとうでも
いいのですが、ごめんと言ってしまう人も日本人には多いと思います。これは、助けてくれてありがとう。でも、拾わせてしまってごめんねという二つの気持ちが同時に入っているんです。二つ目の理由としては、自分を低く見せて相手を立てるコミュニケーションが日本ではよくあるからです。日本社会では目立ちすぎたり、強く主張しすぎたりすると、少し警戒されることがあります。そこでちょっと下手に出て、私はあなたを尊敬していますよというメッセージを伝えるんです。すみませんは、そのための一番シンプルで便利な言葉なんですね。あとは日本の社会では、はっきり言い過ぎないことが良しとされる場面が多いからというのもあると思います。日本では相手の気持ちを考えて柔らかい言い方をすることが大切にされています。強い言い方をすると相手を傷つけたり不快にさせたりするかもしれないからですね。すみませんを使うことで言葉の雰囲気を柔らかくしてトラブルを防ぐ役割を果たしてくれます。このようにすみませんは謝るというよりも相手に負担をかけてしまった気がするときに使うことも多いんですよね。また日本の社会は空気を読む文化が強いと言われています。相手の表情や雰囲気を察してトラブルになる前に柔らかい言葉を使う。これが長く続いているため、すみませんは自然と日常の中に定着しているんじゃないかなと思います。ただ、最近の若い日本人の中には、すみませんじゃなくて、ありがとうって言おうとか、必要以上に謝らないようにしたいという人も増えています。だから、すみません文化は、これから少し変わっていくかもしれません。ということで、今日の動画では、日本人はなぜすぐ謝るのかについてお話ししました。日本人がすみませんっていう理由、わかりましたか？ここにも日本の文化が関わっているんですよね。ちなみに今日はちょっと謝罪の動画ということで、スーツっぽい服を着てみました。他にも何か話してほしいテーマとかあったら、ぜひコメントで教えてください。ということで本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。よければチャンネル登録お願いします。